皆さんこんにちは。プラケンことプラぼっち研究所です。今回はマスターグレード SD ガンダムエアリアルをキャンディ塗装とチタニウムフィニッシュ風の塗装の合わせ技で仕上げていきます。塗装工程を丁寧に解説していきますので、ぜひご覧ください。それでは行きましょう。プラぼっち研究所。改めまして、今回は前回の動画ですぐみレビューしましたマスターグレード SD ガンダムエアリアルを全塗装していきます。いつものごとくキャンディ塗装は行うのですが、ホワイトのキャンディ塗装って難しいんですよね。なのでホワイトの部分のパーツはチタニウムフィニッシュ風の塗装でやってみようと思います。初めての試みです。全体の動画の構成ですが、下処理、フレームの塗装、フレームだけでの組み立て、外装の塗装、墨入れ、デカール貼り、最終組み立て、このような順番で行っていきます。まずは下処理として筋彫りを行っていきます。筋彫りは単なるディティールアップだけでなく、後の工程である墨入れをより美しく効率的に行うための重要な下準備でもあります。まずはパーツを分解していきましょう。マスターグレード SD は腕が簡単に抜けないような機構になっているため、無理に引っ張ってはいけません。腕を後ろに90度回した状態でクリクリと左右に回していけば外すことができます。心配であれば素組みの際にこちらの突起は切り取ってもいいかもしれません。まずはこちらのパーツを筋彫りしていきましょう。まずはパーツを外して、余談ですがパーツを外した内部にもディティールが入っているのめっちゃ好き。作っていて楽しいですし、クリアカラー版が出た時にどんな風になるんだろうっていうのも気になります。筋彫りに戻りましょう。使用ツールは筋彫り銅の BMC タガネ 0.15mm です。ガンプラの溝を彫り直すぐらいであれば 0.15mm が何でもいいので1本あれば問題ないと思います。やり方としては親指と中指でつまんで刃を横にスライドさせていきます。ものにはよりますが5から10回程度やれば OK です。筋彫りのビフォーアフターを比べてみるとこんな感じ。墨入れをしてなくても影が落ちてディティールが際立ったのがわかるんじゃないでしょうか。他のパーツたちもせこせこと筋彫りをしていきましょう。頭のパーツとかは目立つので、もう集中するために息を止めてやってます。ゲート跡の処理については素組みの時に大体行いましたが、処理が甘い部分がありましたので再度やっておきます。関係ないですが、このキットを製作している時に風邪をひいてしまいまして、まだ喉が治っておらず声がかすれております。若干聞き取りにくい箇所があるかもしれませんが、目で見て楽しんでください。そうこうしているうちにパーツの下処理全部完了です。分解と筋彫りでだいたい5時間ぐらいはかかったでしょうか。それでは猫の爪研ぎパレットに田植えをしまして塗装工程に参りましょう。素組みの時でもお伝えした通り、こちらのキットはマスターグレードなのでフレーム構造がかなりしっかりしております。まずはこちらの塗装と組み立てを行っていきます。グレーの内部フレームのパーツから塗っていきます。使用塗料はガイアノーツのサーフェイサーエボガンメタにブラックを少し混ぜたものになります。使用頻度が高いのですぐに使えるように希釈してドロッパーに入れております。こちらのドロッパーですが片手で簡単に開けられるのと塗料が足りにくい、中に攪拌ボールも入っており超絶使いやすいです。概要欄に Amazon の購入リンクを貼っておくのでぜひ買って試してみてください。塗ってみるとこんな感じ。重厚感マシマシになっていい感じですね。塗装前のパーツと並べてみるとより分かりやすいです。ってことでグレーのパーツたちのガンメタ塗装完了。続いてクリアグリーンのパーツ、カメラアイとセンサーを塗装します。こちらは大きく色を変えたくないのでクリアタイプの蛍光イエローを使って発色を良くします。目の部分のパーツは両面テープにちょん付けして塗装しております。見た目の変化はないですね。思いを込めています。そしてマスターグレード SD の特徴的なパーツ、シルバーのパーツを塗装します。こちらはスターブライトジュラルミンを使用します。粒子が細かく本物の金属の質感を表現できる、そんな塗料です。塗ってみるとこんな感じ。若干黄色みがかかっていて本物の金属に近いような質感になります。ってことでシルバーの塗装も完了。続いてイエローのパーツたちを塗装していきます。まずは先ほどのスターブライトジュラルミンを使ってシルバー下地を作っておきます。続いてこの上にクリアイエローを重ねていこうと思ったのですが塗料が残り少ない。なのでこちらのクリアオレンジと混ぜて塗装しましょう。塗ってみるとこんな感じ。
もはやイエローというよりはオレンジですが、結構綺麗な色に仕上がったのでこのまま塗り進めます。はい、クリアイエロー、オレンジの塗装完了です。これにてフレーム部分の塗装は完了したことになるのですが、こちらのパーツはもう手を加えることはないのでトップコートも吹いておきます。ガンメタのパーツは半光沢クリア、イエローオレンジのパーツは光沢クリアでコーティングしておきました。それではフレームだけで組み立てを行っていきましょう。はい、大部分のパーツを組み立てしてきました。ここからは一緒に組み立てましょう。腕のパーツの取り付け、足のパーツの取り付け、上半身と下半身は前後逆に取り付けて180度回転、最後に頭部を取り付けたらフレーム部分の完成。いやー、マスターグレードということもあってフレーム密度がすごいですね。そしてこのガンメタの塗料、フレーム塗装には相性ぴったりですね。はい、回転台座でひとしきり堪能したので外装パーツの塗装を行っていきましょう。まずは初めての試み、ホワイト部分をチタニウムフィニッシュ風に塗装していきます。チタニウムフィニッシュっていうのはシルバーメッキの上にクリアホワイト塗装で仕上げたようなものです。説明が難しいので実物をご覧ください。一見するとホワイトなんですが、光に当たるとつるりとシルバー反射するような魅力的な質感をしています。シルバーメッキが現状難しいので最終的な質感を似せるように頑張ってみます。まずは調色で色を作っていきます。ベースとなるのはクレオスのクールホワイト。こちらを一回り大きい瓶に全部移します。そしてまたもや登場、スターブライトジュラルミン。こちらをホワイト3、ジュラルミン1ぐらいの割合で混ぜていきます。さらに溶剤を加えてすぐ使えるようにしましたので塗ってみましょう。塗ってみるとこんな感じ、結構いいんじゃないでしょうか。一見するとホワイトですが、光が当たるとつるりと反射してシルバーがかっこよく見えます。乾くとこのように半光沢のような感じになりますが、最後に光沢のトップコートを吹くので問題ありません。ということでホワイトの塗装完了です。続いてこちらのグレーのパーツを塗っていきましょう。先ほど調色した塗料にブラックの塗料を混ぜました。こちらを塗装していきます。塗ってみるとこんな感じ。先ほどのホワイトよりも若干暗い感じにしました。並べてみるとこんな感じ。右がホワイト、左がグレー。パーツが隣り合ってたらわかる絶妙な色に仕上がりました。はい、グレーの部分の塗装完了です。量が少ないですが、ホワイトパーツたちの中にちらっとグレーのパーツがあるのがとても渋いです。続いてブルーとレッドのパーツを塗装していきます。こちらはよくあるキャンディー塗装の手順で塗っていきます。まずはガイアノーツの EX ブラックでレッドのパーツ、ブルーのパーツ関係なく問答無用で黒く塗りつぶしていきます。右がレッドのパーツ、左がブルーのパーツ、だったパーツです。続いてシルバーを塗り重ねていきます。使用塗料は質感を合わせるためにスターブライトジュラルミンを引き続き使用します。キャンディー塗装を行う際はグラデーションを意識していつも塗るようにしているのですが、先ほどのホワイト塗装でグラデーションをかけなかったので、今回はグラデーションなしで塗っていきます。はい、シルバー塗装も完了です。このスターブライトジュラルミンの塗料、質感が上品でいいですね。今後も結構使うことになりそうです。まずはブルーのパーツから塗っていきましょう。使用塗料は過去にガンダムビダールを塗装した際に残っていた塗料を使用します。うろ覚えですが、クリアパープルとクリアブルーを1対1ぐらいで混ぜた、そんな色だった気がします。塗ってみるとこんな感じ。クリアブルーだけだとスカイブルーって感じの色合いになってしまうので、クリアパープルを混ぜることによって紺色に近づけています。はい、ブルーの塗装完了です。続いてレッドも塗装していきましょう。使っているのはガイアノーツのクリアレッドです。このクリアレッドの塗料めちゃめちゃ発色が良くて気に入っています。これでサザビを塗装する日も近いかもしれません。レッドの塗装も完了です。改めていちご飴みたいでいいですね。続いてシェルユニットのパーツたちを塗装していきます。こちらレッドのパーツはブラックライトに当てると発光するのですが、ブルーのパーツは光りません。なので蛍光塗料を塗って光るようにしていこうと思います。使用塗料はガイアノーツの蛍光ブルーです。パッと見の色は変わらないのですが、こちらを吹き付けていきまして、ブラックライトを当てると綺麗に発光するようになりました。この後にエナメルの塗装も行うので、レッドのパーツにも蛍光レッドを吹き付けておきます。プラスチックにエナメルを塗ると割れてしまうことがあるので、その保護の意味合いが大きいですね。次の工程に参りましょう。続いて墨入れをやっていきましょう。
まずは今塗装したシェルユニットのパーツ、こちらの奥まったところを黒くしていきます。使用塗料はタミヤのエナメル塗料ブラックです。こちらを溶剤と1対1ぐらいで割ってエアブラシに注ぎます。そして奥まったところが黒くなるように塗っていきます。実際は全部真っ黒にしちゃいます。そして十分に乾燥したらエナメル溶剤を綿棒に染み込ませて表面のブラックを拭き取っていきます。この時に奥まった部分には綿棒が届かないので綺麗に墨入れができるわけです。これでブラックライトを当てると表面だけ光るようになりました。他のパーツたちも墨入れします。使用ツールは墨入れ塗料ブラックです。こちらはキャップに筆がついておりますので、墨入れしたい箇所に筆を当てます。すると毛細管現象で黒い墨がスーッと入っていって墨入れができます。カメラを意識してやるとめちゃくちゃはみ出しますね。でも問題ありません。先ほどと同じ要領でエナメル溶剤を含ませた綿棒で拭き取れば、はい、この通り綺麗になります。次の工程に参りましょう。製作もいよいよ大詰め。水転写デカールを貼っていきます。キットにもシールが付属しているのですが、厚みが結構あってトップコートを拭くと段差が目立ってしまいます。なので今回はハイグレードエアリアル用の水転写デカールを使っていきます。適当なトレイに水を少量入れてキッチンペーパーを入れたら準備は完了です。使いたいデカールをデザインナイフで丁寧にカットしまして、先ほどのキッチンペーパーの上に乗せます。すると台紙が水気を吸ってデカールが浮いてくるので、ピンセットでつまんで貼りたい箇所に置きます。位置が決まったら綿棒で水気を取ります。基本的には今のやり方で問題ないのですが、こちらのマークセッターを使うとデカールの位置調整がやりやすくなります。実際使ってみましょう。キャップ部分に筆がついておりますので、デカールを貼りたい箇所に少しつけます。そして先ほどと同じようにピンセットでつまんでデカールを置きます。するとマークセッターにデカールが浮くので位置調整がやりやすくなります。位置が決まったら同じように綿棒で水気を拭き取ったら完了です。ただ水気が多い分拭き取りは慎重に行いましょう。マークセッターを使わない時よりはデカールが動きます。ということで5時間ぐらい格闘しまして、水転写デカール貼り完了です。 HG エアリアルのデカールで足りない分は他のデカールで補いました。そして最終工程、トップコートを拭いていきます。使用するのは光沢クリアの塗料です。こちらをチタニウムフィニッシュをイメージして少しぷっくりするぐらい厚めに塗料を拭いていきます。どうでしょう、かなりチタニウムフィニッシュに近づいたんじゃないでしょうか。レッドのパーツ、ブルーのパーツ、それぞれ光沢トップコートで仕上げまして、全塗装工程完了です。いやー、マスターグレードということもあって結構時間がかかりました。でもその分愛着が湧きそうです。最終組み立てに参りましょう。代表して頭部パーツくんを組み立てます。まずはフレーム部分にマスクを取り付けます。そして顎に赤いパーツを取り付け、後頭部にホワイトの外装を取り付けて挟み込むようにしてフレームを閉じ込めます。次に赤いシェルユニットを取り付けて、それをクリアのパーツでカバーします。側面にアンテナのついたパーツを取り付け、反対側も同じようにつけます。そして頭部にシルバーのパーツを取り付けて、ブレードアンテナをつけたら頭部の完成といった感じで、他の部分も組み立てて机に並べてみました。各部位をアップで見ていきましょう。まずは頭部パーツ。額のデカールはもともと白色だったのですけど、トップコートを厚塗りしすぎて赤色の塗料が溶け出してしまったようです。ここはピンクのシールを貼ったということにしましょう。それにしてもカメラアイがかっこよすぎる。続いて胸部パーツ。やっぱりキャンディー塗装のブルーってめっちゃかっこいいですよね。なんかこう宝石を彷彿とさせるような感じです。腕部のパーツ。ここはホワイトの部分、つまりチタニウムフィニッシュ風に塗装した箇所が一番目立ちそうな箇所ですが、どうでしょう。我ながら結構いい感じにできたんじゃないかなとは思います。ちらりと見えるシルバーパーツがこれまたかっこいいですね。続いて腰部パーツ。こちらは HG エアリアルのデカールが綺麗にフィットして気持ちよかったですね。続いて脚部。これちょっと普通のチタニウムフィニッシュより好きかもしれません。側面から見ても前から見ても後ろから見ても美しい。
ただ一つ公開ポイントがあって、ここの部分の墨入れの拭き取り忘れちゃった。すでに分厚いトップコートを吹いておりますので、拭き取ることはもうできません。まあ近づいてみなきゃわかんないんで、見なかったことにしておきましょう。はい、気を取り直してバックパック。こちらは汎用のコーションデカールがビチッとはまって気持ちよかったですね。ビームライフル。こちらはフレームの塗装と同じく半光沢仕上げです。バキューン。そしてシールドエスカッシャン。なんかもうぬるテカすぎてガラス細工みたいですね。まあ本来はこういう塗膜がぷっくりするような感じは上手な塗装とされないことが多いんですけど、私はこういう液体が表面張力でつるっとなっている感じ大好きなんですよね。それでは合体していきましょう。胴体に腕パーツを取り付け、さらに背中にバックパックを取り付け、腰部パーツに脚部を取り付け、上半身と下半身は前後逆に取り付けて180度回転、そして頭部パーツをドッキング、ボチーン。ビームライフルとエスカッシャンを持たせたら、マスターグレード SD ガンダムエアリアルの全塗装完成です。プラぼっち研究所。はい、いかがでしたでしょうか。塗装前のキットと並べてみましょう。左がビフォーで右がアフターです。どうですかこのかっこいいボディ。ジャパネット高田みたいになってしまいましたが、マジで光沢感のある塗装が一番似合うガンダムかもしれません。初めての試みのチタニウムフィニッシュ風の塗装もうまくいったんじゃないでしょうか。ブルーとレッドとイエローの部分のキャンディー塗装もテラテラで美しく仕上がりました。パーメットスコア6もやってみました。塗膜を傷つけないように慎重に差し替えを行う必要があります。爽やかな感じがしてかっこいい。いや、可愛さもありますね。今後もガンダム系の塗装をするときはチタニウムフィニッシュ風とキャンディー塗装の融合ありかもしれません。それではこの動画が良かった、次の作品も見てみたいと思った方はチャンネル登録と高評価ボタンで応援よろしくお願いします。また感想もコメントしてくださると嬉しいです。皆様のおすすめに出てきやすくなり私の励みにもなります。それでは最後までのご視聴ありがとうございました。プラぼっち研究所よりお届けいたしました。プラぼっち研究所。